こんにちは。野鳥撮影の朝です。今回は冬の公園や湿原で出会った素晴らしい野鳥たちを紹介していきたいと思います。寒い季節でも力強く生き抜く彼らの姿、行動にスポットライトを当て、まるで自然の中を歩いているような感覚をお届けできたら嬉しいです。それでは早速見ていきましょう。最初に訪れたのは木の実などの餌が豊富な自然公園です。ここではどのような野鳥たちに出会えるのでしょうか。まずはじめに出会ったのはシロハラです。シロハラは木の枝に静かに止まっていて周囲を見渡しています。その白いお腹と背中の落ち着いた色がとても可愛らしいですね。続いて少し低めの木に止まっていたのはヒヨドリです。どうやら木の実を食べているようです。お食事中は警戒心が薄れるためかなりアップで撮ることができました。ヒヨドリは普段活発でよく飛び回りますが、今は静かにお食事を楽しんでいるようです。ヒヨドリに限らず野鳥たちの冬の丸々とした姿はとても魅力的です。その後、枝に止まっている野鳥を見つけました。この野鳥はホオジロと言います。小さな体でさえずりの練習をしている姿がとても愛らしいですね。ホオジロのさえずりは春を感じさせる音色ですが、今はまだ練習中のようで少しぎこちない音を出しています。そんな様子がなんとも微笑ましく、これから上手にさえずれるようになるのが楽しみです。続いて地面で餌を探していたのはキジバトです。キジバトは丸い体型と穏やかな表情が特徴的で、街中や公園、森の中など様々な場所で目にします。木の実や小さな種子を見つけてはくちばしでつついて食べている様子。その動きはとても慎重で、周囲の音や気配に気を配りながら餌を探しているみたいです。続いて見つけたのはアオジのメスです。鮮やかな黄色のオスに比べ、メスはより控えめな色合いで、地面で一生懸命に餌を探している姿が見られました。緑がかった茶色の羽毛が地面の色とよく調和しており、まるで自然の一部のように溶け込んでいます。小さな虫や種子を探してはくちばしでついばんでいます。その動きはとても静かで、注意深く周囲を確認しながら食事をしている様子がとても愛らしいです。続いてこのように周りにヨシや水生植物などが見られる湿原で誕生をしました。さて、どんな野鳥に出会えるのでしょうか。最初に見つけたのは美しい色合いが目を引くカワセミです。青色の鮮やかな羽が特徴的なこの鳥は、見かけた瞬間その美しさに息を飲んでしまいますね。ちなみにオスとメスではくちばしの色に違いがあります。オスのカワセミのくちばしは全体が黒色なのに対し、メスのくちばしは上が黒色で下が赤色をしています。口紅をしているのがメスと覚えると良いでしょう。
続いて紹介するのは冬の風物詩ともいえるつぐみです。寒い季節になるとよく見かけるこの鳥。白いお腹と斑点模様が特徴です。つぐみは比較的大きな体にしっかりとした鳴き声を持ち、冬の寒さを感じさせない元気な鳴き声を発します。つぐみの声にはどこか優雅で力強さを感じさせる部分があり、自然の中で耳を澄まして聞いてみると心地よい響きが広がります。次に紹介するのは湿地や水辺に生息するクイナです。クイナはその姿を目にすることが少なく、非常に用心深い鳥です。そのため見かけることができたらとてもラッキーですね。続いて電線に止まっていたのは誰もがよく知っているスズメです。スズメは街中や農村周りでよく見かける身近な存在です。寒い季節にはふっくらと丸みを帯びた姿で、まるで暖かさを求めるかのように集まっていることがよくあります。その姿は見ていてとても愛らしいです。続いて小川で発見したのはタシギです。タシギは湿地や川の浅瀬で見かけることが多く、地面をつついて餌を探している姿が特徴的です。その姿は非常に慎重で、くちばしを地面に差し込んではしっかりと餌を探し出す姿が見られます。タシギはその長いくちばしを使って泥の中の小さな動物や昆虫を探し出します。残念ながら今回は動画を撮れませんでしたが、道中メジロにも出会いました。メジロは春先のつぼみが膨らむ頃によく見かける小さな鳥で、今回は花のつぼみと一緒に写真が撮れました。次にご紹介するのはイソヒヨドリのメスです。オスと比べると少し地味な色合いのメスですが、その落ち着いた美しさには魅力があります。鉄橋に止まっている姿を捉えましたが、普段は海岸近くで見かけることが多いこの鳥。外見がヒヨドリに似ていることからこの和名がついていますが、実はヒタキ科に分類されています。動きがジョウビタキに似ているなぁと思ったのはそのためですね。次に登場するのはコサギです。コサギはその細長い足と美しい白い羽が特徴的な鳥で、湿地や川辺でよく見かけます。コサギは足を震わせて水中の小さな魚を捕まえるという非常にユニークな方法で餌を探します。その姿を見ていると自然の中で生き抜くための知恵を感じます。いかがでしたか？今回は冬の間に出会える魅力的な野鳥たちをじっくりとご紹介しました。どの鳥も冬の厳しい環境の中で懸命に生き抜いていることがわかりますね。自然界の中で出会った一羽一羽の野鳥がどんなに小さくてもどれも大切な存在であることを改めて感じさせてくれます。今回の動画はこれでおしまいです。よければチャンネル登録といいねをお願いします。また他のタンチョウ動画もご視聴いただけるとありがたいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。